阿茶局の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。お愛の方亡き後に家康が愛した妻女。お愛の方亡き後、徳川家康の寵愛を一身に集めたのが馬術や武術にも優れた才色兼備の女性、阿茶局である。阿茶局の生涯を詳しく見ていこう。阿茶局は1555年、天文24年、武田信玄の家臣飯田直政の娘として甲斐の国甲府で生まれ、名前は諏訪と名付けられた。19歳になった阿茶局は今川家臣の神尾忠重に嫁ぎ、森尾と森重の2人の男子に恵まれた。夫の忠重の主人は信玄の異母弟でありながら今川家に仕えていた一条信達であった。しかし結婚して3年後に夫の忠重は死去してしまう。そしてその2年後に25歳になった阿茶局は家康に見初められ側室になっている。当時瀬名築山殿と信康を亡くした家康は子供を作るために計算婦、出産経験のある女性を多く側室に迎えていた。また阿茶局の長男森尾はお愛の方の子でまだ幼い秀忠と忠義の呼称となっている。1589年天正17年、まだ28歳のお愛の方が突然に死去したため家康は悲しみに暮れた。阿茶局はまだ10歳の秀忠と9歳の忠義の母親代わりとして残された子供たちの面倒を見ている。阿茶局は武術や馬術にも優れた才女で21人もいたと言われる家康の側室の中にあって異彩を放っていた。そのために家康は戦場にも阿茶局を同行させている。小牧長久手の合戦では解任中にもかかわらず家康に同行した阿茶局だが、陣中で流産したために子供の産めない体となってしまう。しかしそれ以後も政治や外交に関して良き相談相手となった阿茶局は家康に重用された。1605年慶長10年、秀忠が将軍職を引き継ぐと家康は駿府へ隠居したが、側室では唯一阿茶局だけを連れて行った。そのため秀忠をはじめ多くの家臣たちは何かにつけて家康への取りなしを阿茶局に願い出ている。ある時江戸城から使者として酒井忠次の嫡男家継が駿府城へと到着した時の阿茶局のエピソードが残されている。あまりの寒さに家継は織烏帽子の下に防寒用の綿帽子をつけていた。そしてそのまま家康に拝謁したところ、運悪く綿帽子が見えてしまう。それを見た家康はあまりの軟弱ぶりに叱責した。するとそばにいた阿茶局がさっと風を召されているため私が綿帽子をつけるように言いましたと助け舟を出している。機転が利き再起に富んだ阿茶局は特に敵対する武将との間を
取り持つ仲裁役に才能を発揮している。2回にわたる大阪の陣の戦いで豊臣秀吉の維持秀頼は滅亡する。この大阪の陣では淀殿茶々上皇院初そして秀忠の正室豪の浅井三姉妹がそれぞれ敵味方に分かれて関与した。この戦いで徳川家の支配は確固たるものになったが、この戦いのきっかけとなったのが宝光寺証明事件である。豊臣方の金に難癖をつけた有名な事件である。弁明のために駆けつけた豊臣方の家臣片桐勝元と対面し、外交担当を引き受けていたのが阿茶局であった。また大阪夏の陣で難攻不落と言われた大阪城の堀を埋めることに成功したのも阿茶局の活躍の賜物である。阿茶局は本田正信と共に淀殿の妹お初と大蔵卿の局との講和を結んでいる。阿茶局は講和がスムーズに進むように淀殿の妹の初を大阪方の使者になるよう説得したと言われている。これらの功績により阿茶局は徳川家中からも一目置かれる存在となり、後に大奥の前身の奥向きの有力者となっている。家康の死後も遺言で運行院と名乗った阿茶局は剃髪を許されず、秀忠の相談相手となり、江戸城竹橋に住み300石を化粧料として与えられた。1620年元和6年、秀忠の五女徳川政子が入内の際、阿茶局は母親代わりを務め、後水の天皇より11位を授けられ、1位の局、1位の尼と称されている。徳川秀忠が亡くなると剃髪を許された阿茶局は三代将軍家光にも手厚い処遇を受けたが、1637年寛永14年83歳で逝去した。